旅猫 Vlog です。今回、静岡県にある朝霧高原に向かいます。ほう、朝霧高原には何しに行くんだ？ロックラパラグライダー体験したり、ソロキャンプしてみようかと思ってます。現在、中央線の大月駅で乗り換えて河口湖駅です。富士急行線で1161円ですね。ここからパラグライダースクールの送迎車で朝霧高原方面に行きます。この日は雲が多くて、空を飛べるか一か八かでした。せっかく来たんだから富士山見て飛びたいよな。30% 確率くらいの晴れ女なんで、力量発揮します。30% って微妙やな。さて、今回お世話になったパラグライダースクールですが、朝霧高原パラグライダースクール様です。タンデムフライトコースを予約していて、平日だったので1万2000円でした。土日だと1万5000円らしいです。ちなみにタンデムフライトってのは、インストラクターと一緒にフライトして、操縦を任せするコースのことだな。さて、受付を済ませて、天気に神頼みしながら、山の頂上に向かいます。トロッコで、結構年季の入ったトロッコだな。そうですね。結構使い込まれているトロッコで、ちょっとドキドキしちゃいます。なかなかエンジンつかなくって苦戦してましたしね。結構ガタガタしながら登っていく感じはアトラクションだな。山頂着いたら急降下とか嫌だわ。山の中はすごく綺麗な緑が広がってますね。日の光の差し具合がいいよな。結構な角度で登っていて、ちょっと怖いですね。ちょっと、結構な角度なんてもんじゃない。ほぼ90度なんじゃないかって角度で登ってますよ。座席に座ってるけど、背中で座ってるみたいになってますよ。めっちゃ怖いねん。わろた、ちゃんと落ちないように前の手すりに捕まっておけな。ちら、コッパ。いやー、山のてっぺん向かっているだけあって、景色がいいよな。そして富士山に雲がかかっているけど、飛べるんでしょうかね。もうすぐ山頂だな。はい、山頂です。なんとか飛べることになりました。やったー。もうこんなに絶景なんだから飛ばなくてもいいんじゃないか？バッキャロー、何のために来たと思ってんだ。ぶん殴るぞ。超チョコはここからはインストラクターさんの言うこと聞きながら色々準備します。インストラクターさんには、最初が大事で、歩き続けることを言われました。風の抵抗で後ろに持ってかれそうになっても、足は歩いたままにしててねとのことです。で、途中で走れって合図が出るんだよな。この坂を歩いて降りるんだけど、一番怖かったポイントです。ちゃんとインストラクターさんの指示を聞くんだぞ。頑張る。おー、飛んだー。飛んだよマリサ。おー、すごいな。浮遊感とかないのか？全然浮遊感とかなくて、すごく安定してる。方に当たる風が気持ちいいです。そして絶景です。なんか360度障害物がない状態で、空中から見る景色ってすごく不思議。これは体験しないと得られない感覚だよな。山頂で見るのとも違う空気感、動画でも伝えられない高揚感があるよな。本当にそれなって感じです。足元見ちゃうとやっぱり高くてちょっと怖いかもしれません。みんな見てるー。霊夢すっごく楽しそうだな。すっごく楽しいよ。さっきも言ってたみたいに緊張感と高揚感と開放感で感情爆発しかけてるよ。こんな空中で爆発だけはすんなよ。いや、言葉のあやでしょうが。それにしてもインストラクターさんなんだが、すっごく優しい人に当たったな。さっきからすごく優しい声かけしてくれて、緊張解きほぐそうとしてくれてるよな。そうなんですよね。声色もうっとりした喋り方で、褒めて伸ばす人の会話テクニックみたいな方です。なんかわかりづらい例えしてないか？最初の歩き出しや、体重移動やら、全部うまいって何でも褒めてくれるんですよね。なるほどね。褒められることが少ないお前さんだからな。褒められたこといっぱいあるもん。多分。なんかごめん。っていうかあれだな。富士山のてっぺん部分はよく見えるな。夏の時期だったので、雪化粧がないんですよね。でもシルエットはバッチリですね。
ちなみに朝霧高原は、たくさんのパラグライダースクールがあるらしく、経験豊富な人たちが多いらしいな。普通の人が1年かけてやる本数を1ヶ月で飛べちゃうんだよって言ってましたね。あとこのまま山を越えて、河口湖の方面まで飛べるよとも言われましたね。マジで？下に見えるのはヨーグルトンという豚さんの豚舎と、牛舎だそうです。朝霧ヨーグルトンは独自の発酵技術によって、ヨーグルト状に加工した特別な飼料を与えたブランド豚みたいだな。っていうかインストラクターさんが教えてくれたわけだが、ガイドをしてくれてめっちゃ面白いな。そうなんですよ。ずっと楽しく飛んでいられましたね。実際滑空時間は5分ほどでしたが、体感時間は長く感じましたね。さて、そろそろ地面も近づいてきました。着陸態勢に入ります。インストラクターさんから指示があるので言う通りに頑張ります。着陸の時に足をついて数歩歩くように降りるとかっこいいって言われたな。じゃあかっこよく降りてやろうじゃねえの。どやー。慌てるな。ちゃんと指示聞け。ここでかっこよく降りれたら登録者数が増えますように。願掛けしても意味ないぞ。増えないものは増えない。そんなやる気そぐようなこと言わないでよ。ちょっと空中からエアーウォーキングする感じで。完璧。かっこよく降りれたな。旅猫 Vlog。で、パラグライダーを楽しんだわけだが、この後どうするんだ？さっき飛んでる時に見つけたんだけど、目の前に花鳥園があるんですよね。正直お花とかはあまり興味ないんですが、動物が好きだから寄っていこうかなと。入場料は1400円で、現金払いのみだから注意してね。お、入り口入って早々にフクロウがいるな。おちびちゃんで可愛いですね。どうやらタイミング的にフクロウで乗せ体験らしいな。いいなぁ、いいなぁ、私もやるー。ほら、並んでこい。わはー、キャワワワワ。手に手袋はめて袋を乗せてもらいました。ちっこくてすごく可愛いですね。スタッフのお姉さんが頑張って、袋をカメラ目線にしようとしてくれてわろた。なんかすぐに花壇に向いちゃうんですよね。そんなところも可愛いですけどね。ちなみにこの子はポンくんというみたいだな。あ、男の子なんですね。あ、ごめん。それはわかんない。何適当なこと言ってんだ。いや、名前ポンとしか書いてなかったから、なんとなくくんなのかなって。ならばさんで呼べ、ポンさんや。ポンさん目がクリクリで可愛いっす。ポンさんの口のあたり、なんかクプルフっぽいっすね。いや、なんでもない。さあ次行こう。はい、ペンギンのエリアです。自由にペンギンが放し飼いになってるエリアに入れます。ここって各エリアの入り口ご自由に入ってねってスタンスなんだよな。周りにスタッフさんがいないことも多いのに大丈夫なのかなってちょっと不安にもなっちゃいましたね。そしてペンギンの餌を買っちゃいました。餌持ってるのを見た瞬間寄ってきたな。ちょっと勢いすごくてひよってしまいました。自由に動けるペンギンとの距離感が難しいよな。そうなんですよね。ペンギンのくちばしの硬さとかわからなくて、本当に手から上げても大丈夫なのか、危ないのか。イメージ的には鳥のくちばしって硬くて鋭利ってのがあるんだよな。なのでちょっとおじけづいた餌やりになってしまいましたね。ここのペンギンさん、この水場から離れようとしたり、脱出しようとする子がいないですね。逃げる理由もないのかもしれないけどな。ペンギンさんも川よ。旅猫 Vlog。屋外に出るときになる餌自販機がありますね。もう自販機後ろのエリアにいる鳥用だってわかるよな。ちなみに餌はもなかの中に丸いコロコロ餌が入ってました。さあ、このエリアにレッツラゴー。このエリアはエミュートの触れ合い広場だな。エミュートはオーストラリアの固有種であり、ダチョウに次いで世界で2番目に大きな鳥らしいな。あとは翼が最も退化しており、目で見ただけではほとんど確認することはできないらしいぞ。翼が確認できない鳥とは？よし、さっき買った餌をあげたいと思います。ペンギンのリベンジで、手のひらからあげてみたいと思います。大きい鳥の方が餌あげ怖いと思うけどな。
おっほー。予想以上にソフトタッチやん。優しい子だねー。なでなで。嫌がられてて草。うわー。あー、餌がー。エニュー頭良くて笑った。この泥棒。おとなしい君にあげる。餌泥棒すごい食い意地張ってんな。まるで霊夢だな。あーん。もう仕方ないからもなかも泥棒にやるよ。なんかこの子穏やかそうな顔つきしてるんだよねー。よしよしよし、お触り NG っす。ゴワゴワしてる。旅猫 Vlog。はい、また室内に戻ってきました。外に出たり中に戻ったり忙しいやつだな。いろいろ見て回りたくなるんですよね。ここはフラミンゴとその他いろいろです。その他ってひでえな。正直鳥の種類詳しくないので、よくわからないんですよね。ほら餌だお食べ。なんかくちばしが靴べらみたいなのと、長っちょろいのと、かもぽいのといるんですが、みんな水鳥なんですかね。この靴べらっぽい鳥なんだろうな。っていうか、フラミンゴの餌なのに、フラミンゴ来ないんですが、他の鳥たちが食べちゃってるな。この靴べら、怖い。めっちゃ食いつくな。お、フラミンゴさん。綺麗な薄ピンク色だな。なんか端っこにかわよな子がいたんですけど、かわよなんか圧が、靴べらお前か。気に入られてて草。もう餌はないぞ。フラミンゴは集団でグループ作ってますね。水に反射してて映えるよな。お、鷹だ。かっこいい。背景の隅への富士山がいい味出してますね。そしてみんなおとなしいですね。足に紐があるみたいだけど暴れたりしないんだな。もう人間なんて見飽きて、興味もないのかもしれませんね。それにしても凛々しいお顔、パシャリといただきます。すぐ隣にはフクロウたちのエリアがありました。猛禽類のコースになってるんだな。ここも写真映え用の背景布が用意されてますね。さくらちゃん、こっち向いてー。ため息が聞こえてきそうな表情で草。いやーやっぱりフクロウは可愛いですねー。私は断然タカ派かな。加藤太。やめろバカ。フクロウといえばヘドウィグですよね。急になんだ？ハリーポッターだっけか。そうそう、白いフクロウで手紙を加えてくるシーンが本当に可愛くて、うわー、ヘドウィグなんだ何かあったのか？言えないよマリサ。なるほど。言えねえっつってんだろ。自分から話題振ってきたくせに？穴掘りフクロウですって。穴掘る習性とかあるんですかね。この空いてるスペースはさっきの腕のせポンさんだな。この子どこ凝視してるんだろ。ポンさんだけ屋根付きビップ対応ですね。笑った。はい、インコとか、オウムとか、大きい鳥とかいるエリアです。動画に撮ってなかったがカラスもいたな。さっきもでしたが、全然鳥の種類わからず、覚えもしませんでした。きっとこの子はブラックスワンでしょう。当たってるか外れてるかもわからん。突っ込めない。ここは放し飼いと個別ゲージに入れられている子がいますね。オウムやインコに、旅猫 Vlog って覚えさせておけばよかったですね。宣伝用の鳥じゃねえんだよ。なんか餌もらってるフクロウがいました。もしかして餌食べてること気づいてない？何この子、かわよー。なんか眠そうなぼったりした目が可愛いよな。お、食べた。バクバク食べてるな。食べてる姿も可愛いですね。食べてるものはエグいけどな。スタッフさん見つめてる顔めっちゃ可愛いんですけど。そしてまた固まったな。
うわぁ、首傾げてめっちゃかわよー。この後もフクロウのペースでゆっくり食べてて癒されたな。いやー、結構花鳥園楽しめましたね。そうだな。とにかくフクロウが多くてレイム好みだったかもな。ではこの後ソロキャンプ先の朝霧高原パークに向かいます。はい、朝霧高原です。早い。まあ本当にパラグライダーと花鳥園の近くなんでね。朝霧高原パークじゃなくて朝霧フードパークでした。予約してたので受付してきます。一泊の予定で、入場料サイト利用料は徒歩車なので2200円でした。あと、今回平日に来ているからなのか、今日貸し切りです。マジで？マジです。誰もいないそうです。私、キャンプ初めてなんですよね。って管理人さんに伝えたら、自分もキャンプわからないから頑張ってねって言われました。初めてなのにハードル高すぎわろた。実際、夜にレイム一人で大丈夫か心配もされちゃったよな。一応キャンプ初めてな上のソロだから、簡単には調べたつもりなので、おそらく、多分、大丈夫でしょう。この広いエリアに一人っきり、頑張るぞー。キャンプ道具一式は日向レンタルでレンタルしました。ソロセットや焚き火セットみたいなので、送料込み24,060円でしたね。高いけど、一回きりのために購入するのと考えると安いよな。薪と木炭はパーク内販売していて計1250円です。とりあえず寝床、テント立てましょう。テントの組み立て方は説明書が同封されていました。その前にも YouTube で組み立て方は確認してましたが、いざやってみるとわからん。いや、大まかにはわかってるけど、細かい部分など混乱です。そうだよな。テントに触れることすら今回初めてなんだもんな。なんでそんなにハードル高くしちゃったんだよ。ソロならグランピングとか色々あっただろ。だってテントって憧れだったんだもん。奥にコテージがあるの見えてるけど、それでもテントで泊まりたかったの。まあ、叶えたい夢の一つだったんだな。あとなんか組み立ててたらペグがいっぱい余りました。そんなにいっぱい余ることあるか？何本打ったんだ？多分端っこ4隅と後ろ側1箇所で計5箇所かな。なんでだよ。説明書にはもう他にもあっただろ。形になってれば泊まれるからいいかなって。お前の叶えたい夢、雑やな。はい、完成。なんということでしょう。テントです。わかっとるわ。ペグを最小限にすることで効率を上げ、中のインナーテントもなんか浮いて、地面からの冷えを軽減させています。なんで浮いてんの？寝れば沈むので問題はありません。とりあえず一晩過ごすには問題は一切ないでしょう。そして寝床には大きな窓付き。誰もいないキャンプ場だからできる大開放です。裸で寝てても問題ありません。問題終わりだ、おバカ。とりあえずテントができたら次は火起こししますかね。薪割りしないとだな。レイム、薪割りできるのか？一応ウェブでは確認してきましたよ。薪をナタで叩いてでもって、ナタの中心より先の刃先を薪で叩くように。割れねえじゃねえか。切れんな。力が弱すぎるんじゃないか？反対側からなら刺さんない。刺されよ。実力行使にも程があるだろ。このナタボロなんじゃねえの？レイムの使い方が悪いだけだろ JK。薪割り諦めました。諦めんなよ。割れないんだよ。もう燃えればなんだっていいだろ。てくされててくさ。焚き木の音に癒されよう。まあ、でも焚き木の音は落ち着くよな。焚き木が落ち着いたら、ご飯だな。バーベキューセット2人前も予約してましたからね。2人前からしか頼めなかったからな。一人でバーベキューして2人前食うって草生えるな。もう周りは草だらけだよ。はい、受付に行ってバーベキューセットを受け取りました。バーベキューセットは2人前1500円でしたが、今は価格が上がってるみたいですね。ねえ、マリサ。なんだ？今早速焼いてるんだけどさ。いいじゃないか。良い匂いもしてるぞ。調味料ない。タレなんてもちろん、塩も胡椒もない。用意してなかったのか？調味料という選択肢一切頭にありませんでした。素焼きでいただきます。わろた、汗かいてるし塩あるんじゃないか。キモ。
まあ素焼きでも十分美味しかったですよ。で、お食事のお供に飲み物一杯用意しました。朝霧の牛乳。富士山人参ジュース。朝霧と関係ないヨーグルトドリンク。富士のやぶきた茶。富士の水、1リットル飲みすぎ。一通り焼き終わったので、また焚き火してゆっくりします。一応醍醐味のテント立てとバーベキューして、満足感が満たされています。わからないなりには頑張ってたな。あとは星空を見ながら眠りにつく。これが残ってる課題ですね。それなんだが、なんだか雲行きが怪しいんだよな。天気予報見ると雨降るっぽいんだよな。30% の確率晴れ女の本領発揮しないかな。その 30% の晴れ女って何？さて焼きマシュマロでもしよっと。調味料は用意してないくせにマシュマロは用意したんだな。ソロキャンプの必需品らしいよ。必需品ではないだろ。っていうか直火で焼こうとするなよ。だって早く焼きマシュマロ食べたいんだもん。焦げるか溶けちゃうぞ。っていうかバーベキューに使った割り箸だよな。なんか焼きマシュマロとかに使える鉄串っぽいのなかったっけ？割り箸あればいけるだろって思ってたから用意してません。なんか準備が色々中途半端だな。いいの、色々工夫することに意味があるんだから。プライスレス。テローンプライスレス。どんどんずり落ちてるぞ。しかも先端しか焼けてないとか草。ぐぬぬぬぬぬ。リベンジしたのはうまくいきましたよ。失敗から学ぶ女なんでね。面白い女。は？なんか目の前の霧がすごいんですけど。いきなり霧が出てきたな。いや、こんな急に霧で覆われるとか怖いんですけど。知ってるかレイム。今日って金曜日なんだぜ。霧に覆われた金曜日のキャンプ場。しかも一人っきりで誰もいないはずだ。しかし。やめてよー。マリサのバカー。なんでそんなジェイソンめいたこと言うんだよ。ここ地味にトイレから距離あるんだよ。あっはっは。すまんな。いやでも、本当に霧が濃くなっていくな。はぁ、早めにご飯食べててよかった。そして現在夜になったわけですが。くっさ。まあ星を見たかったなら暗い方がいいからな。でもまだ18時ですよ。霧と光源の組み合わせ。夜だとやっぱ怖いです。星が見えること期待して、夜中まで仮眠しておけ。晴れたー、星が見えるー。30% すげーな。ちょっと編集で見やすいように明るくしてるけど、霧も晴れて富士山も見えてます。タイムラプス撮影したのでそちらもどうぞ。結構いい感じに撮れてるんじゃないのか？そうですよね。そして朝焼けバージョンです。というわけで、すっかり晴れて富士山シルエットがはっきり見えます。早起きしたからお腹ペコペコです。朝食も予約していたので食べに行きましょう。野菜ももりもりで豪華だな。朝ごはん800円ですが、ボリューミーで美味しくて大満足です。紙付近も富士山になってて可愛いです。お腹満足したしあとは帰るだけです。朝霧高原の道の駅前から川口湖駅までのバスが出ているんですが、1日3本です。やっぱ、乗り過ごすなよ。13時17分に絶対乗ります。金額は1540円です。それまでは道の駅でゆっくりさせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。